皆様こんばんは、みえちゃんです。先に行く前にね、先日お知らせしましたインスタグラム登録の件なんですけれども、たくさんのねいいねをくださって、本当にありがとうございました。フォローもたくさんしていただいて本当にびっくりしています。まだまだね、やり方がよく分かりませんので、もしね何か失礼なことありましたらお許しください。これからもよろしくお願いします。今日はね、動画の内容がね、もう具だくさんじゃなくてね、盛りだくさんになりそうなんですけれども、まずね、ついにね、待ちに待ったね、プレーマの CD が来ました。もうね、聞いてみてびっくりの連続ですね。やっぱり風さんがね、自信を持って例のね、アメリカのラジオ番組でね、9トラックの名作だよと言ってた通りでしたよ。そしてね、その中のアルバムのタイトルと同名曲のね、プレーマのね、このすごい MV が今日出ましたね。もう感激してね、涙ぐんじゃった人も多いんじゃないでしょうか。撮影場所はまだね公開されてないようですけれども、やはり予想していたようにタイあたりのね、どこかの少数民族の村のようですよね。風さんの今回の役柄はね、ひょっとしてホームレスか何かななんて踏んでいたんですけれども、何かね、いろんなアルバイトをしている青年のような感じでしたね。ペットボトルのね、山の中でのお昼寝シーンとかね、お部屋なんかも出ましてね、このインテリアいいですね。貧しいようでいてね、なんか立派なカメラがあったりね、写真がねこういっぱい飾ってあったりしましてね、これがもうね全部風さんご自身のねねプライベートな写真で、これまたびっくりですよね。まあこれ見るとね、大都会のねクレイジーワールドに疲れた青年が癒しを求めて体当たりのね静かな村で暮らしているなんていうね設定に思えてきます。村のね子供たちなんか見ると、まあ戦後数年経った頃の自分がね子供だった頃の路地裏なんかを思い出しますよ。日本も昔はみんなあんな感じでした。ちょっとグレイスの時を思い出すような設定でね、素晴らしい映像ですね。途中で三つ目のサングラスの風さんも登場しましてね、ワクワクする謎でいっぱいです。このね興味の尽きないところなんですけれども、この「プレーマー」という曲については語ることがねありすぎるすごい曲ですので、後日タイミングを見計らってじっくり感想をシェアさせていただければと思います。とりあえず今のねこのカオスな風さん祭りが少し落ち着くまでしばらくお待ちいただければと思います。そしてミュージックステーションがありましたが、またこれからねエイトジャムの第2弾続いて徹子の部屋への出演と、もうね怒涛のようにね風さんのニュースが続いてクラクラしますよ。実はねこの「M ステ」とね徹子の部屋についてはね、例の辛口ご意見番さんがもうずっと以前からね絶対出るよと予言してたんですよ。はい、私あまり霊能力とかね予言とかねうさんくさいと思ってるんですけれどもね、この人ちょっとなんかテレパシーっていうかね、まあ住まいは別なのにね時々偶然ねこっちと同じ料理作ってたりしてね、しょっちゅうそんなことあるんでね、まあ不可思議なんですけれどもね、まあね種を明かせばね、以前テレビ朝日のニュースステーションに風さん3回ぐらい出てましたよね。それから MAJ は NHK 放送でしたけれども、あれを担当した方の中にねなんかテレビ朝日のディレクターさんがいらっしゃったらしいのとね、まああと8ジャムもとかね全部朝日テレビ系列ですから、そこから見てもまあ次は「M ステ」と「徹子の部屋だよ」なんてね言ってたんですよ。はい、結局すごく論理的ですね。はい、どこが予言なんでしょうか。すみません。まあ私にはねない能力が備わっているようなんでね、頼もしいというか、はい、ちょっと塩味がきついと言いますかね。まあね、でもね徹子さんとねどんなお話になるんでしょうかね。とっても楽しみですが、まあこれで一気にね風ファンがますます増えて、シリアルナンバーが当たる確率はどんどん
下がるというこういう感じなんですけれども、まあね、そんなことよりもね、風さんを知る方がどんどん増えてほしいですよ。全人類に広まってほしいです。みんな幸せになってほしいからね。そしてね、今夜の「Mステ」についてなんですけれどもね、まあね、私はいつの間にかね、テレビでは何年も音楽を聴かなくなって久しいんですけれどもね、もっぱらネットで好きなものだけ聞いてましてね、「Mステ」っていうのは本当に久しぶりに見たんですけれども、まあやっぱりタモリさんのねサングラスと風さんの悟りグラさんがね5つ目ことになっておりましたね。まあこれがなんと風さんも一言かっけーしかないですよね。もうスタジオで重そうな背中に何ですか、神様のシンボル背負ってね、輪っかをつけて登場の時はびっくりこえましたけどもね、渋谷でのシーンはね、街のねこのビルボードにね、はい、映ってまして、まあね本当に素晴らしい演出だったと思いますよ。そしてスタジオに戻ってねプレーマーを披露してくれたので、もう嬉しい、もうすっごい嬉しかったですね。ロラパルーザのやねタマアリーナの時の風さんそのままでね、自信にあふれてましたね。まあねタモリさんやね周りの人たちとのやり取りを見てもね、いつものもちもちした喋りじゃなくてね、なんかとてもハキハキしてましたよね。なんか風さんMAJ の時と比べると別人みたいで、風さんなんか全てが吹っ切れた感じでね、もう怖いものなしになってまして、まあそれはね埼玉アリーナでもすごく感じたことなんですけれどもね、欧米ツアーを乗り越えて自信がついたってこともあるんでしょうけれどもね、やはり何かがね風さんの中で吹っ切れてパワーがね全開になっている感じがしますね。まあ「Mステ」のねこの演出も素晴らしくて、盤面さんもこうやって出てくれましてね、なんかコビーさんだけねいなかったんですけれどもね、この方ねサチモスからのギターさんじゃないかなんてねお目付け役は言ってましたけれども、まあ今日はね語ることが多すぎますね、いくらなんでも。はい、それではねこのアルバム「プレーマに」ざっと全曲ね聞いた感想を取り急ぎ今日はシェアしたいと思います。このアルバムでね風さんの深い愛、その愛はもちろんねプレーマの愛ですね。それで私たちに真理をね知らせたくて、もう必死な風さんの姿が伝わってきました。もう自分がねこれからどう思われようと、とにかく本当のことを伝えていくんだというね、この前もねお話しした通り、そんな風さんの覚悟がありありと見えて感動しました。まあ大げさかもしれないけれども、ミュージシャンとして生き残るか否かの生命をかけてますね。そのあたりをね風さんはアルバム発売と同時に、まあ今日からね3回に分けて始まった Spotify のポッドキャストのインタビューでね語ってます。1回目今日見ましたらね、風さんゆっくりチャーミングなにお話しされてまして、内容はね、まあ、前々回の私のプレーマについての動画でご紹介したムジカでのインタビューの内容とね、まあ、ほとんど同じで被るんですけれどもね、ただより明確にね風さん言ってるんですけれども、今まで見せてなかったことを全開にしていると、自分が 100% 出ている、今の自分に一番近い作品と言っています。収録曲のね曲調もまあ9曲いろいろなんですけれども、全体的にやはりビートの効いたね80年代調が目立ってね、昔の R&B ね、私たちお年頃がよく聴いていたノリのいい曲やね、まあスローバラードソウルみたいな曲もあって、それぞれねものすごいですよ。ポップミュージック全開っていうのか、まあ風さんもスポリワイでポップミュージックへのね愛を表現できたとおっしゃってました。最初のねキャスケット・ガールはね、特に私の個人的な意見なんですけれども、感想なんですけれども、80年代のねビリー・ジョエルのねアップタウン・ガールのねノリをどこか感じてね懐かしく思いましたけれども、まあ内容はどちらかというとマイケル・ジャクソンのねスリラーを思わせるところがあってね、
このキャスケット・ガールというのはね一体何なのかってところがミソですね。それからね I need you back はね歯切れのいいサウンドの中にもね風さんが一番苦しかった時の心情が出てましてね、まあこれはグッときましたね。そしてやはりねこのアルバムでも一見ねラブソングのような曲もありますけれども、よく聞くとベイビーは神様であったり You が私たちのことだったりね、あなたが神我であったりしてね、風さんワールド健在です。今日はね時間がないので最後の9曲目に飛びますが、まさにねバリ島でのインスピレーションに恥じない素晴らしい名曲でね、まあ私がいつも時間など存在しないね、シニアじゃなくてお年頃と、心はねいつも15歳と言っているのと同じ内容でね、まさに不祥不滅と言いますか、お経と同じでした。そしてねプリプレーマのね It's Alright にはびっくりしましたね。何ですかこれね、なんかもう盆踊りのような昔のねわらべ歌のようなね呪文のようなね、まあご利益ありそうな不思議な曲でね、まああれ聞いたらもう全部 OK となるのはね間違いないですね。はい、借金も鬱も絶望もね失恋も全部ぶっ飛んじゃいそうな、はい、なんかね今度ね頭や腰でも痛かったり具合でも悪かったらね、そういう時に聞けばね、はい薬やロキソニンテープより効くと思いますよ。100年後ぐらいにはねスタンダードな子守歌になっているかもしれません。はい、お母さんがね痛い痛いの飛んでけの代わりにねIt's alright, it's alright なんていうね日も近いかと、はい、素晴らしい曲ですよ。今までのね風さんの曲は結構普通の曲として聴けましたしね、そこにまあ精神世界的な深い意味が込められているとかいう意識もね特になしにね聴けましたよね。まあ単純に癒してくれる楽曲として誰でも気楽に聴けたと思います。ところがね今回のこのプレーマねに関してはですよ、風さん自ら明かしていたように、もう風さんの精神世界がストレートに言葉になって曲になってるんですね。ここにまずね予想していたとはいえすごいなと、はいまあね本当のことしか言ってない、はいまあ、いつも風さんはねそうですけれどもそれがさらにね自信を持ってね表面にぐっと押し出されているんです。例えばねあなたは愛そのものだとかあなたは神そのものだとかいうね表現はまあ今までなかったほど強烈です。これは私が風さんのね曲の解説でずっと言ってきたことなんですけれどもね、私のご視聴者様はそれを理解してくださってる方が多いんですけれども、まあ人によってはこれ何を言ってるんだろうなんてね思う人もいるかもしれません。だからねこれまで風さんはどっちとも取れる表現で曖昧にそういう精神世界の真実をねまあ薄紙に優しく包むように内に秘めていたんですね。そしてねまあよせばいいのにそれを掘り出して皆さんにシェアしていたのが私の動画でしたけれどもね、本人が言ったようにもう人からどう思われるかっていうね自我の声にもう左右される、まあ、いわば最後の迷いの時期は過ぎたんですね。風さんはもう何も怖くなくなったんです。だからストレートに私たちにこれこそが真実だよ、目を覚ましてって言ってるんですね。ここにねものすごい風さんの決意覚悟があるんですね。そしてさらに感動したのがねこのライナーノーツを書いてくださった湯川玲子さんの文章です。この方がこれほど風さんをねそして真理について理解がある方とは知りませんでした。かなりねご苦労もされた方なので、あるいはどこかでね目覚め体験のようなこともされたのかもしれません。でなければあのようなね文章は書けないと思うんですよ。まあそういう体験はね起こる人には起こるし、まだ必要ない人には起きないようになってますから、まあどっちがいいとか悪いとかじゃ全くないです。例えばね Love Like This にしてもね湯川さんは風さんからのね私たちへのラブソングと受け取っていいですかと聞いてるんですよ。これ実に絶妙な質問でね風さんはもちろんですと言ったそうです。この曲についてはねラブソングかそうでないかの議論がありましたよね。風さんは自らの発言でね決着がついたわけですが、あえてそれをラブソングとするならばね
特定の相手に対してではなく、私たちへの愛の歌だということですね。まさにね、私も初めてこの曲を聴いた時に、動画でね、ここで風さんが歌っている Baby can I give it to you ね、Baby 君にそれをあげてもいいかいって言ってるね。それとはね、神の愛であり、そしてベイビーとは私たちみんなのことだと言いました。まさにそのことをね、湯川さんが風さんに直接聞いてくれて、そしてライナーノーツに書いてくれて、とっても嬉しかったです。そして MV が出たこのアルバムのタイトル曲であるプレーマについてもね、湯川さんは何から何まで理解してるなって感じました。すべては一つ、すべては神であり、神は愛であり、私もあなたも等しく神であり愛であるということですと書いていらっしゃいます。これもいつも私が風さんの曲の解説で言わせていただいていたことと全く同じで、全くその通りでね、これだけ真実を言ってる文章がね、世に出た以上、もう私はね、動画をやる必要はないかもしれませんね。このね、神っていうのはね、いつも言ってるように、別名ね、神が、仏、無自、ね、本来の自己、または宇宙、本当の自分、アートマン、ハイヤーセルフなどなどね、実にたくさん名前があるんですけれども、全部同じものです。一つのものしか存在しない、その一つのものですね。そして愛は仏教では別名慈悲と呼ばれますけれども、全く同じことです。そしてね、インドの教えではそれをプレーマと呼ぶわけですね。まさにね、全ての宗教はほぼ同じことを言っている、その証拠がここにもあるわけですね。最後にね、風さんが今日の Spotify1 回目のインタビューでね、最後におっしゃっていた言葉をシェアしますね。愛がすべて、我々が思っているよりすべて何もかもが愛でできている。この愛がすべてという大きなテーマは、自分のすべてを出し切るという覚悟なしではできなかった。このアルバムはこれまでの自分のすべてであり、愛がすべてですと先ほど言いましたように、このプレーマの MV やここの曲についての解説というとおこがましいですけれどもね、感想をね、後でゆっくりシェアさせていただきますが、今はひとまずこのぐらいにして失礼いたします。いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは類いまれな風さんの才能が生み出す素晴らしい曲の数々とともに、愛と癒しに満ちた人生の道をシェアさせていただいております。楽しんでいただけましたらポチッとなボタン、そしてチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆様さようなら。